伊勢崎市スタート。お、すごくない？うまい？みなかみにも恐竜はいます。ママの顔見ておく。あ、今日はビールがなかったね。そう。ここから群馬や。伊勢崎市スタートだね。せっかくだからね、群馬県南部からスタートして群馬県北部に行くっていう、群馬の端から端まで。この間行った川場がちょうど群馬北部でしょあれ。であの先なんだよ。今伊勢崎だから本当に群馬と埼玉の狭間、郡南だよね、郡南。今だってこれでもさ、伊勢崎スタートしてもさ、北部まで70キロもあんの。下道だと結構あれなのかな。割と遠いな。見えないかもしれない。なんかさ、群馬ってさ、例えばだけど桐生とか緑市とかさ、右端っこから左端っこ、あん中とかさ、あれはなんか地図上すげえ遠く感じるんだけど、南部と北部ってなんかもっと近いイメージだったけど、こうなんか凝縮されてる感じ、横に広くて縦はそんなみたいなって思ってたけど、縦も縦で割とあるの。そう、意外とさ、私群馬県好きでさ、自然は多いじゃん、で暑いは暑いけど、その北部の方行ったら夏でもものすごく涼しいし、温泉街がいっぱいあるし、観光する場所割とあったりすると思うんだよね。で割と群馬行ってるよね。南部はどっちかっていうとさ、まあここはちょっとあれかもしれないけど都会じゃん。伊勢崎、高崎、前橋あたりはまあ、一応都会っちゃ都会なんじゃない？都会の方でなんか結構ね、割といろいろあるし、群馬住んでないから分かんないけど、実際でもほら何でもあるよね、群馬って。あるある。なんかモールとかもさ、イオンとかも超でかいし。そうね。高崎なんか特にそうだけど、都会じゃん。車その辺止めらんないじゃん。もうなんかこっちの駐車場のイメージってこのセブンじゃないけど、こうだだっ広くてボンって置けるイメージだけど、なんか高崎とか駅前に行くとそういうわけでもないよね。ね。こうやってね、今だとね、雪山綺麗だねって言いながらも、ちょっと走っていけばやっぱそういう高崎とかになるから、一瞬こうさ都会になって、でそこを抜けてさらに北部に進んでいくと今度また雪山とかになっちゃう。なかなか群馬って面白い場所だ。そうだからね、意外と群馬好きなの。まあそんなね、群馬がね、南部から今日始まって、ね、景色がどう変わっていくかっていうのもなかなかね、群馬に来ないと分かんないからね、こればっかりは。確かに。で高速乗っちゃうと分かんないからね。ここから伊勢崎大橋南という場所を通りますよ。群馬ベルク多いよね。あと電気屋さんも多いよね、山田とかもそうだけど。山田電機も群馬だし。向こうすごいね、あの山。あんな綺麗に見えるんだ。今日天気がいいんで。なかなかないよね、あんな綺麗に見える。安い遊園地。結構さ、ここの遊園地もさ、楽しめたよね。一丁。めっちゃ混んでるね。一丁もさ、こっちに越してきて初めて見たよね。メニュー豊富だし。そうで、全個室なんだよ。そうそう。で、めちゃくちゃすげえ入るし。で、ここにある遊園地は、てか安い。あ、化粧地ね。そう。自分左にあるんだけどね。なんか群馬さ、あんま下道走ったことないよね。ない。でこんな道初めて走ったよね。かもしんない。意外と知らない道が多い。割と来てるけどね、大体高速だから。これあれなんだ、この先が高速らしい。多分北関東道かな。栃木に向かっていくやつ。ちょうどこの辺市境だね。橋渡ったその先が前橋っぽいね。そう。橋渡って信号2個ぐらい、1個2個ぐらい過ぎたら前橋かな。いや来たことないね。また赤城の道の駅行きたいな。綺麗なやつね。多分この辺ぐらいから。これじゃない、前橋市だよ。どこに書いてあるの？本当だ。あった。
前橋です。前橋に入りました。ほら、群残り馬フラワ58キローパーク11キロ。あ、群馬フラワーパークってそうだね、あれ前橋だったね、そういや、やばい、衝撃の事態。目的地まで 56.5 キロなんだけど、あと次の交差点曲がるのが54キロ先なんだよ。ずーっとこの道通ってたよ、みなかみまで、国道17号線沿いを走れば伊勢崎からみなかみまで一直線で行けるってことだよ。ちなみにちょっと左側に見えてる山は春名山、春名山で、こっちの右に見えている山が赤城山でした。でさ、あれさ赤城でしょ。赤城でさ、あれは何、あれが春名山なの。その多分こっち、あの白いやつが春名山なの。多分これが春名山でしょ。この道通るの初めて。ずっと一直線だわ。たまにはこういう旅もいいね、知らない場所を知るみたいな。ひたすら下道、ひたすらまっすぐ。まあ、さっきよりかちょっと山が近くなったかなっていう。あ、出た、前橋赤城、ここの道の駅でしょ。違かった。これだっけ。新しい道の駅、これかも、結構でかいやつね。そうそうそう、なんか温泉とかついてるんだよね。そうそう。うわ、すんごい人。前橋、うわ、本当だ、やば、休日に来たもんじゃないね。もはや道の駅っていうか本当にアトラクションです。なんと知らない間にパパ、高崎は入らないで渋川だよ。で今渋川にもう入った。伊勢崎、前橋、渋川だから高崎は入らなかった。これちなみに左に行くと渋川の駅って書いてあったよ。本当、渋川駅。じゃあこの辺が水沢うどんだパパ。ということでしょ。なんかさっきよりやっぱ山が近づいてきたね。せやで、だいぶ。でほらこの間さ、この道走ったじゃん。通れなかったね。本当はもうちょい先まで高速乗りたかったんだけど、通行止めになってて行けなくて、でここでみんな降ろされたじゃん。あの時もこっちも結構雪あったよね。あった。でも多分この先雪あるんだろうな。多分この山を越えると、雪は残ってると思う。同じコースだと通るのかな。同じコースじゃなくない？分かんないけど、同じコースだったら、だったらね、長井食堂を通るんじゃない。大丈夫？もつ通るけど長井食堂だよ。この間とままの道だったね。そう、この間でもあれだよね、もう雪がほらすごかったじゃん。全然なんもないよね。なんかこのファミマの近くだった気がする。ファミマ過ぎた。すごいね、この間あんなに雪だったのに。すごいね、まだ1週間ぐらいしか経ってないのにこんな違うんだ。長井食堂よろしる？もつ食べるなら買う。わ止められる？いや、混んでるよね。いや、この間よりは空いてる。多分時間の問題なのか。いや、この間より多いんじゃない？この間だって雪だよ。だってこの間でもこの間ここずらって並んでたよ、もっと。この間タイミングだったのかな。また2パックほど買ってきてしまった。でもうーちゃんもこのもつ美味しいって言ってたよ。うーちゃんも食べれる。川場行くまですごい大変だったな。道なき道だもん。ちょうど1週間前。白線どこっていうね。こういうところが怖いんじゃない？逆に。なんかガリガリになってそう。ずっと日陰。気づいたらもう沼田。ね、沼田。もうすぐ沼田だった。沼田へようこそ沼田へ。おお、こっちはなんかまあちょっとあれだね。ちょいちょい白いのが。あと20キロ。出た。線路。走ってるのかわからないやつ。これ何線なんだろうね。ここダムだ。この先ダムだ。この先ね。これ利根川。利根川も長いからな。利根川沿いを走ってったら果てしないもんな。千葉まで行っちゃうからね。17号だけで端から端まで来れんだね。それはそれですごいな。先からさ、みなかみまでさ、一本の道で行けんだからね。この車になってから下道はあんまりない。そうカービィの時はね、結構下道旅あったけどね。高速怖くて、埼玉らへんから山形まで行ったからね、下道。果てしない。今の考えられない。ずっと上田ばっかだな。さあこの利根川沿いをずっとちょっと走って、みなかみマーク。
そうね、みなかみは町なんだっけ？多分てことはみなかみ町なのか、みなかみ多分市ではないんじゃない？沼田市の次がついにみなかみってことだね。みなかみです。恥です恥。みなかみついにみなかみや。雪残ってる。ちょっとだけ、ね、これ左側の川がすごい綺麗、さっきから。ここほらすごいキラキラしてる、綺麗。でもやっぱ残ってんね。うん、みなかみはやっぱちょっと雪あるね。うん。ここが関越だ、関越。いつもはね、ここまでね、車でひょいって。帰りはひょいで帰るよ。そう、行きはね、下道でゆっくり。で、高速入り口。一本の道で来れました。ひたすらまっすぐ、伊勢崎からひたすらまっすぐ走って、ついにみなかみまで。伊勢崎、前橋、渋川、沼田、みなかみ。おお、綺麗だね、この橋のところ、川。まだ雪も残ってて。で、前回行った道の駅まではあと8キロあるんだよ。うん、もうあと8キロしかないけど。あ、さすがにここは9度。すごい白いわ。何気に。でも夜は結構冷えるんじゃない？うん。でもやっぱさ、歩道があれだね。みんなまだ雪残りだね。全然。この奥の山は新潟の方の山なのかな？じゃないの？谷川岳とかじゃないの？あっち側？うん。湯沢とつながってトンネル通った後の山とかあの辺かな。そう向こうはもう全然雪山だよね。雪だね。おお、この辺は白いですね。そう、意外とほらこうやって見ると横結構残ってんじゃん。残ってる。わあ、いいね。見えるからいいよね。多分先週来てたら何も見えなかったんだろう。ひたすら全部白いって。吹雪いてたね。懐かしいな、この辺の道。去年来た時ってもうちょっと雪あった？こんなもん？去年はでも積もったよね。夜に雪降り始めて。そう去年雪降ったんだ。そうそう。あ、雪だねとか言ってたね。来る時が別にそんなにたくさんあったわけじゃないけど、そうあれだよね、温泉行こうかなんて話してたら雪が降ってきて、帰りはもう温泉から出たら雪がそれなりに降ってたんじゃなかった？今日こんだけねあったかくてもそれでもやっぱ溶けきれんのよね。つい数時間前まで群馬の下道を走ってるけど、約2時間走り続けると景色がこんなにも変わる。下道で来た。高速で来たらだから1時間変わんないぐらい来ちゃうんだろうな。そうね、乗ってからは。凍結スリップ注意。意外とこういうとこ怖いよね。あ、ほらだってあっち側やばかったよ。がっつり凍ってて、なかなかさこの道通って道の駅行ってねもなかなかびっくりするよね最初。うちは1回来てるから知ってるからいいけどさ、最初来た時さこれ本当に道合ってると思ったもんね。なんかあったよね、匠の里って。なんかでっかいさ藁のあった藁のあった。なんかでっかかったよね。でかかった。恐竜いたり天狗もいた。イチゴが一番楽しみかも。イチゴのあれね。あ、いた恐竜。本当だ。おお。去年もこの恐竜だった？なんか恐竜いい感じだよ。照らされて。みなかみにも恐竜はいます。恐竜いい感じに照らされてるからね。でも風冷たくなったかも。到着。大川だっけ？到着です。到着や。前なんだっけ？竜だった？そば打ち体験とかあった。ああ、冬とかやってないのかね。いろいろあるよね。
酒場自家焙煎コーヒーにしよう。でもそれにしようかな。あ、うーちゃん今日めっちゃ朝食べたんだよ。オイコスのヨーグルトと食パン1枚の目玉焼き、ポークピッツ、あとコーンスープ。とコーンスープ。食欲旺盛だよ。ママのはカフェモカです。うーちゃんのはカカオコーヒー。そう。おひげになりそう。ママの顔見ておく。どう？熊野神社がある。そう。結構距離あるから、だから自転車貸し出しされてんじゃない？ゆうちゃん食べ過ぎてお腹がパチパチだね。信じられない。うーちゃん下手くそ。手を向ける。ちょっと背を向けるとあいつやるから。ちょっと5秒ごとにまあ、行きな。行くよ。前行きな。前行きな。ちょっとよそ見すぎてさ。5秒ごとに見ないやる。蹴る。うーちゃん自分のお小遣いで購入。謎。昔あったよね。ん今もあるからあれなんだ。 100個なんだって。じゃあ行こう。先にお風呂行かないと。ここでもママお風呂近いからいいよね。うん、なんか2個あるよね。そう。いやもうちょっとあんだよ。降りたとこにもあんだよ。あ、そうなんだ。ここでしょ、いちご。そうそう。去年も来たいちご。明日朝行こいやでも綺麗だねここは。う。ね。なんか水上ってすごいさ静かだよね。静かだね。綺麗です。今日は雪降りません。雪が降る時も綺麗だけど、そうじゃない雪景色もあり。うん。あー綺麗だねあそこ。日が入ると綺麗。でもさこの道をまっすぐ行くとどこ行っちゃうんだろうね。どこ行くんだろう。新潟の方まで行っちゃうのかな。どうなんだろう。本当だこうイワナ釣れるらしい。ね。釣れるの？渓流とかイワナ釣り場。ちょっとこの辺残ってるね。眩しい。こういうとこ意外と怖いよ。残ってるやつ硬いからねもう。でもさ前来た時はさ雪なかったよね。ああ、なくて、そうで夜降った降っんでて積もったのか。1センチとかね。あ凍ってる。凍ってるわおめっちゃ凍ってた、ね、時折凍ってる。寒くなった。急にぐっと下がった気が。おう、寒くなった。ほらこの先やっぱ凍結してるの。わ、すごいこのあ辺。こっち来てる左。なんかすごい。あ、降りれるよそこ。すごいね。綺麗。あららら山登れたのか。ね。ダイナミックユーキーだねこの辺。すごいね。どう？割とユッキーじゃない？すごい。こっち来るとユーキーだね。じゃあ行こ相変わらずナマズだよ、ナマズ。う。ね、ナマズだってすごいね。さあお風呂上がった。竹ライト綺麗。
寒い寒い。湯冷めしちゃうから車戻りましょう。露天風呂の方は雪が見れたよ。ああ、パパはね入ってないけど、なんかそんな感じがした。うん。ぜひ温泉で RV パークやってほしいわ。ほんとほんと。この辺に泊まれる場所欲しい。戻ります。ちょっと欲しかったものをついに買ったんですよ。じゃじゃーん。せいろ買いました。最近ちょっとね、ダイエットっていう意味合いで蒸し料理よくするよね。水で洗って殻で蒸さなきゃいけないんだって。ということで一回それをやりたいと思います。木の香りがする。フライパンでいけるかな。とりあえず乗っけておいておこうか。一回でもね、これ空蒸ししないといけないって。野菜足りるよね。せいろは一回また洗い流した方がいいらしい。まあもうでもせいろ使うのは初めてなんだよね。どう思う？まあ、もし足りないんだったらもつとかやればいいね。上手に蒸せるといいな。どう？これじゃあ、これも乗った。で、いきむよ。いってらっしゃい。左はいっぱい。いきます。今日リチウムでもたまにはね、なんだか良さそうだよ。トゥットゥルー。お、すごくない？まあ、いけたね。できた。完成です。せーの、いただきます。いただきます。もうじゃあ腹ペコらしい。そして乾杯。乾杯。一緒に食べよう。うまっ。柚子ポットもみじおろしで。せいろ蒸しの方が、野菜が甘い。すごい美味しい。じゃあお肉ここ置いとくね。ポン酢でポンポンして食べて。じゃあレンコンとかもめっちゃうまいよ。うまい？何食べた？人参。あ、人参？甘くない？人参柔らかい。そっちの人参は特に柔らかいかも。いい音。レンコンの。
うーちゃん ASMR ある？もつ食べる人？すごいね。パンチしとく？ね。日本酒飲もうかな。じゃん。ダイエットと今日はチートデイなの。米食べてないから大丈夫でしょ。これ美味しいんだよね。クー。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。毎回いただいて。美味しい。なかなかこれ手に入らない。そういや本当に手に入らなかった。飲み終わった後に1本買おうかなと思ったけど本当に手に入らなかった。先日のねキャンバーキミーティングでいただいた。そう愛知のお酒です。感じがいただきます。クー。じゃあ乾杯。はい。まろやか。美味しい。でもあっさりしております。眠くなってきもっちはまだだよ。はいどうぞ。た。じゃあコメントっていうのは皆さんが子供の頃に好きだった給食ぜひ教えてください。パパは？パパなんだろう。かやくうどん。かやくうどん美味しいよね。かやくうどん知らない人は知らないんで確か。地域柄？年代別？かやくうどんって出てこないん何？じゃない？ソフト麺なら出るけど。ソフト麺は逆に出たことない。ちょっとソフト麺意外だったよ。うーちゃん。たださ、パパは意外とねあんまり揚げパンはねそんなに。まあ、嫌いじゃないけど、そんなにめちゃくちゃ楽しみだったわけでもなかった。ママ揚げパンが好きだった。うーちゃんも揚げパン。でもカレーも好きだった。でうーちゃんは何なの？なんか揚げパン。小浜はさ給食でも作るよね。学校で。だからさ学校ごとになんかちょっと違うっぽいよ。他のさ埼玉は意外とさ給食センターじゃん。揚げパンもさいっぱい種類あったよ。砂糖の揚げパン、きな粉の揚げパン、うぐいす揚げパン。揚げパン色が違う。そうそう。あ、なんかあったっけな。あとはいミルメイク。ミルメイクってなんだっけ？どんなやつ？牛乳になんかさコーヒー牛乳みたいなチョコみたいなやつあるでしょ？でもさそんなのあったっけ？あった。聞いたことはあるけどさあったっけ？じゃあぜひ皆さんが子供の頃好きだった給食をコメント欄で書いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もつ煮と日本酒。さっきご飯食べちゃったからな地味に。美味しいございます。じゃあもうあとはゆっくり食べて。そうね。はい、今ねフルフラット。うーちゃんは元気です。ママは元気がないそうです。うーちゃんの風邪がうつったんだって。うーちゃんは代わりに元気になったね。そうだね。うーちゃんはよくね学校で風邪をもらってくるからね。かわいそうなの。パパも。パパ一人で元気で。そんなことないよ。パパも疲労困憊してるよ。いいね君は元気で。ジョージの方が落ち込んでるようーちゃんほら。うーちゃん足伸ばしてみて。なんかうーちゃん大きくなったね。見てママ。大きくなったの。だからズボンが重い130買ったらさすぐ。見てうーちゃんの子さ結構ギリギリで。うーちゃんさジョージぐらいしかなかったの。何そんな失礼。ジョージとあんまそ変わらなかっれもっとちっちゃい頃でしょ。た。ずっとジョージと同じ。うーちゃん狭い。うーちゃんだって狭い。ママ狭い。みんな狭いよ。やめ。もう歯磨きしてねよ。うーちゃんがすごい暴走してたよ。うーちゃんがこっちでジョージをキャッチするから待って。わ。それは一番近いんで。いってらっしゃい。ではみんな、せーの、バイバイおやすみ。
ベッドの端っこで俺が寝てたんだぞ。おいちゃん。ジョージ取られてるよ。映せな映せな映せな、撮影 NG。変なところにやるな。ジョージかわいはしご閉まっちゃったからね。そうよ、もう重たいのよ、うーちゃん。はい、うーちゃんは後ろへ。ベッドからベッドへ。いい感じ。うーちゃんさ、結構チコレ。うーちゃんさ。わなんか初期を思い出すな。お、いいじゃん。ここ食べたいな。いただきます。いただきます。久々の朝食な気がします。あればある分だけ食べちゃダメだよ。分かってるんだよ。よくこのホットサンドメーカー。使ってたよね。昔何してたっけ、それで。パン挟んでた。パン焼いてた。ホットサンド作ってた。懐かしき思い出です。あの大きさでさ、フライパン代わりにして使う人結構最近多いよね。確かにちょうどいいよね。万能だよね。時間のある朝はいいよ。旅に行っちゃうと結構時間なんだよ。あっちだこっちだって言ってさ。そうそう。キャンプもキャンプでさ、2日目の朝ってさ、ね、連泊はいいけどさ、実際片付けがさ、結構一泊だときつかったりもするよね。今日みたいに何の予定のない週末の旅とかは、別に後帰るだけだからね。よし、じゃあいちごに行こう。いちごは右かな？右行って左だな。今日はいちご人気なんじゃない？いちご狩りが人気なのかな。パパな、いちご狩りはめんどくさいんだよな。どうせそんな食べれないし。何しよっかな。でもママいちごブルー。何が食べるの？多分今食べたの。パパなんかでかい。1000円するからね。ういちゃんの方ね。ういちゃんのも1000円。ママの400円。ママのやつ下にソースがかかってる。ベリー。パパのこれはスムージーだからストロー。見ながら上は食べるんじゃない。そういうこと？濃い。ベリーが濃い。うまい。ういちゃん食うの早くね。どう？もう黙々と食べてるよ。ういちゃんもうなくなりそうやね。もうあと1個だけ。早っ。いや、外は涼しい。中は結構あったかいっていうか暑い。いちごパーティー。今日はあったかいね。
ねえひどい、信じられない。近い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 。雪だるま？何？もっちゃんにつけたいの？いちごも食べたし大満足だ。まあとりあえずね、去年も行ったいちごには行けたし、うんまあよかったね。うん。決していちご狩りには行かないっていう。そう、あの恐竜は変わらずだね。ね、なんかいつもいるやつ福井みたいだね。恐竜博物館行く途中の恐竜みたいな。今日はねこんな感じで週末のねフラット旅。意外と群馬のね端から端って行ったことないよね、下道で。うん。初め伊勢て崎からスタートして水上まで来て、南部から北部まで行ったけど2時間ぐらいやっぱかかるね、言うても。そうね、あ、すごいな。向こうの山すごい綺麗だよ、白いのがそう、もう新潟だからね。塩カルマ行ってある。今度あれやってみたいな。赤城大沼でワカサギ釣り、極寒の地でね。で釣り具レンタルして借りたところでワカサギ持っていくと調理してくれるらしいからね。あ、そうなの。そうそうそう。まあ赤城は赤城でね、あそこも群馬だけどまたちょっと雰囲気違うかうん。また夏尾瀬とか行きたいな。ら。あっち側ね、あっち側の群馬ね。そうそう、涼しかったし。よし、じゃあ帰りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね。